人生に置いていかれるというのはどんな感じなのだろう。元老によって名前、身分、そして記憶までをも奪われた彼女は最終的に自分の人生と世界の外に弾き出されてしまった。長い時間の中で彼女は苦しみ、もがき、さまよい、疲れ果てて絶望したこともある。それでも必死に抗い進み、道を選び続け再生を迎えたのだ。今日は本当の彼女を知る日。はじめまして、希望のさすらい人。また帝雲に会えて皆さんもさぞ嬉しいことだろう。今日はゲストの玉空さんと一緒に再生を遂げた彼女の新たな魅力について紹介していくぞ。玉空さん、部下でもあり友人でもある帝雲が生まれ変わったことに対する感想は？とっても嬉しいわ。彼女が味わった苦痛とまた戦場に戻ろうとする覚悟を思うと胸が痛むけど。体が再構築される過程で何度も意識が消えかけたとか。いや大変だったな。同盟の使命は大事だけど、愛する人たちには壮絶な誓いを立てるより穏やかに過ごしてもらいたいわね。そうだな。で、一度死にかけたことで彼女に変化はあったのか？それは彼女に会ってみればわかるわ。余計な心配だったようだね。では早速生まれ変わった希望のさすらい人に迫ろう。彼女は虚無の運命を歩む炎属性のキャラクターだ。通常攻撃は指定した敵単体に炎属性ダメージを与える。戦闘スキルは味方単体を狐の祈り状態にして自身は灼熱状態に入る。この効果は帝雲のターンが回ってくるたび継続時間が減っていくぞ。狐の祈り状態の味方は撃破特攻がアップして敵の弱点を無視して人生を削れるんだ。灼熱状態中に狐の祈り状態の味方が敵を攻撃すると確率で相手の防御力をダウンさせられる。また灼熱状態中は通常攻撃が強化されるんだ。強化通常攻撃は指定した敵および隣接する敵に炎属性ダメージを与える。あの尻尾見るからに強そうだな。1000本くらい生やせば無敵なんじゃないか？それはお手入れが大変だから。帝雲がフィールドにいるとき敵は運化小髄状態になる。これは敵の人生値の一定割合のゲージで敵の初期人生が0になると削られ、運化小髄が0になると再度弱点撃破ダメージを与えられるんだ。また弱点撃破状態の敵が味方の攻撃を受けるとその攻撃の削陣値が超撃破ダメージに転換されるぞ。特定の奇跡覚醒後敵を弱点撃破すると敵の行動順がさらに遅延する。別の奇跡を覚醒すると敵が弱点撃破されるたびに味方全体の撃破特攻が一定ターンアップする。これには累積上限があるから注意するように。低級の使命の子はいつだって人々の安寧のために弓を引くの。必殺技を発動すると帝雲は敵を九尾の炎が渦巻く幻影に閉じ込め敵全体に炎属性ダメージを与え弱点を無視して人生を削る。敵対種族の皆さんごきげんよう。今回の講義で君たちに伝えたいことはズバリ尻尾を遅らせるな以上。あと帝雲もね。探索中に秘技を使用すると一定範囲内の敵を一定時間めまい状態にする。この状態の敵は攻撃ができずその敵との戦闘に突入すると帝雲の行動順が早まり確率で敵全体の防御力をダウンさせる。この効果は戦闘スキルと同じで一定ターン継続するぞ。今度こそ彼女を守ってあげられるかしら。まとめると帝雲の特徴は戦闘スキルで味方の撃破特攻をアップして弱点を無視して人生を削る能力を付与できる点と運化小髄状態を利用して弱点撃破の回数を増やしてダメージを稼げる点だな。どうやら私の講義を聞いていなかったモンスターがいるようだ。帝雲が戦闘スキルを発動。師匠が狐の祈り状態になり必殺技で敵を仕留めた。師匠の戦闘スキルで老筋に大ダメージが入る。
帝運のおかげでたやすく弱点撃破できたな。運火小髄状態の敵は再度弱点撃破できる上に、弱点撃破状態にあると超撃破ダメージを受ける。ここで師匠が即座に必殺技を発動。運火小髄をゼロにして弱点撃破ダメージと超撃破ダメージを与えた。戦闘終了。大金帰宅。実戦でもの最短記録を更新したね。生まれ変わった帝運、恐るべし。彼女の変化を喜ぶべきか心配すべきかわからないわね。その感想、さすがは人の上に立つ人だ。玉空さん、また旅立つ彼女に伝えたいことはあるか？前に進みなさい、頭。おー、つまり計り知れない運命の前で私たちの選択は決して無意味ではない。これからどんな自分で生きていくかは過去ではなく今の自分が決めるということだな。フクロウさんも将来大物になりそうね。恩人様、ぜひお手伝いさせてください。